もしダークソウルの世界の中にもう一つの劇場があったとしたら、決して交わらない二つの神話、不自然なほど重なる二つの物語、沈黙、寵愛、そして再生を軸にした二つの悲劇。今回はフィナとロサリア、ダークソウルの中に隠された劇場、その第一幕を紐解いていきます。フロムソフトウェアのゲームでは過去作のキャラクターの名前を別作品に用いたり、あるいはその特徴を引き継いだようなキャラクターが登場することがよくあります。いわゆるオマージュやパロディのことです。それらは誤算のファンたちを楽しませてくれます。ただし、ダークソウルの中には偶然とは思えないほど精密に構成されたオマージュがいくつか存在します。フィナとロザリアもその一つです。まずは彼女たちがどういう存在なのか触れていってみましょう。なお、私の考察では日本語版テキストを使用し、それを英語に翻訳し直しています。実際の英語版の公式テキストとは内容が異なりますので、その点をご了承ください。可能な限り日本語の原文のニュアンスを保ちながら翻訳しますが、いくらか私自身の解釈が入ることは避けられません。それも含めてニュアンスの違いを楽しんでいただけたら幸いです。運命的な美しさを謳われる女神フィナの寵愛と加護の指輪。寵愛の女神フィナは作中に一度も姿を現しません。しかしその存在感は圧倒的です。彼女の指輪は HP、スタミナ、装備重量を大きく底上げしてくれる。その破格の性能は彼女がとてつもない力を秘めていることを連想させます。ただし、一度でも外そうとすれば指輪は壊れてしまう。それは寵愛であり、束縛でもある。そんな彼女の物語は一人の男の視点を通して語られていくことになります。一方のロザリアは実体として登場します。原始の指輪、生まれ変わりの母ロザリアは最初の子に舌を奪われたという。以来彼女はそれらを待っているのだと。彼女は言葉を発さず、ただ待つだけ。ロザリアの指は彼女に舌を捧げる者たちである。ある者は生まれ変わりのために、またある者はただ声なき女神を慰めるために。信者たちは舌を奪い、彼女はそれを受け入れる。信者たちは彼女の指先となって仕事をする。すなわちダークレイスとして。赤い瞳のオーブ、侵入先の世界で火の宿主を倒せば火の力を得ることができる。それは闇に滅んだ古い小国の技であり、またそれを別の目的で使う者たちがいる。深みの聖堂でロザリアに仕えたまえよ。彼女に仕える指たちはそれぞれに何かを求めている。欲望、変化、あるいは仲間。何かを得るために他者から舌を奪う。そして求めすぎたものや、あるいはそれに疲れたものは、母に抱かれて夢を見ながら眠るのだろうか。氏人の杖、生まれ変わりの果てにある彼らは、一体何者になったのだろうか。一見すると、フィナとロサリアには共通点がないように見えます。強いてあげるなら、どちらもとても美しいということくらいでしょうか。しかし、周囲の人物たちの物語を追うと、徐々に綺麗な対比構造が浮かび上がります。どちらの女神も自ら語ることはないですが、どちらの物語でも女神は悲劇の中心にいる。その周りには準じる騎士と沈黙の聖女が存在する。おそらくこれは偶然ではなく、
ダークソウルが意図的に隠した劇場なのです。NPC たちは役者であり、女神たちはその舞台をただ静かに見守っています。それでは役者たちの紹介に移りましょう。まずは女神に心を奪われた騎士たちです。モーンの兜。カリムの騎士は生涯一人の聖女に仕えるという、かつてモーンがある女神に仕えたように。ロートレクもまたカリムの騎士です。彼との出会いは節貝の小さな牢でした。おそらくパッチに騙されたであろう彼は主人公に助けを求めてきたのです。助けてあげるとソラールからもらったであろう太陽のメダルを譲ってくれます。その後は共に不死の試練に挑む者として共闘したり、時には有益な情報を売ってくれることもありました。なあ、いい情報だろう。若い聖職者は人間性をたっぷりと持っているからな。しかし、ある時を境に彼は行方をくらませてしまう。日守目の死とオーブを残して、黒い瞳のオーブ、日守目の死体に残っていた神秘のオーブ、彼女を殺した者の世界に侵入し、その世界の主を倒すことができれば、日守目の魂を取り戻せるだろう。黒い瞳はじっとあのオルロンドを見つめている。オーブに導かれた主人公は仲間と共に待ち構えていた彼と再会する。哀れだよ、炎に向かう蛾のようだ。すべては彼が仕組んだことだったようだが、その目論見は主人公の手によって崩され、復讐が遂げられることとなる。復讐の証、暗月の剣の騎士たちは神々の敵たる罪人を中し、その証としてこれを持ち帰る。その後、彼のムクロは王女の間の近くで見つかり、プレイヤーは彼の行動原理を知ることとなる。ダカレキシロートレクの鎧、その表面には装備者を抱くように女神の腕が絡みついている。狂気に満ちた行動のすべてはフィナへと向けられていた。彼は孤独の中で女神の寵愛を信じ、そのためにすべてを捨てた。この言葉に偽りがないのなら、そういうことになるだろうか。ロートレクはカリムの騎士として女神に仕え、彼女の寵愛を信じて戦った。そして最後に裏切られた。長い時が流れた後では、彼とフィナを表す言葉に少しの変更が加えられていた。哀れと移り気。レオナールは幼くして全身に火傷を負い、特に顔面はおぞましく焼けただれたという。だが彼はロザリアの指となって後、生まれ変わりを行うことはなかった。レオナールはロートレクの胸像のような存在です。悪そうな雰囲気、武器が生てる、女神に仕えている、ダークレイスである、気候。彼らには多くの共通点が見受けられますね。特に主人公のことを気候と呼ぶ NPC は少なく、日本のプレイヤーの多くは彼らに特別な感情を抱いています。いろんな国でロートレクやレオナールは主人公のことを何と呼んでいるのでしょうか。ちょっと気になるところです。不意に祭祀場に現れたレオナールは大した事情も話さずにひび割れた赤い瞳のオーブをプレゼントしてくれる。2度目に会った時には鍵とともにロスリックにいるダークレイスの情報を話してくれます。その思惑に沿って行動していくと、彼はある提案をしてきます。そしてもし退屈な使命よりそれを望むようなら、貴公も指となりたまえ、神の聖堂でロザリアに仕えたまえよ。
やがて主人公はロザリアの寝室へとたどり着く。母に貸し付くことで彼がやってくる。ああ、やはりロザリアに仕えたのだな。ならば貴公も彼女の指、俺の評価も高まるだろうさ。つまりレオナールはロザリアの指という組織運営に携わる者として指の候補者を勧誘し見極めていたのだろう。おそらくは中間管理職のようなポジションを担っていたのであろうが、彼もまたロザリアの魂と共に行方をくらませてしまう。黒い瞳は復讐の証であるという。だがじっといるシールを見つめる瞳はとても穏やかに見える。残されたオーブを頼りに主人公はオールロンドにたどり着く。王女の間にて再会した彼はまるで人が変わったようだった。ただれきった何かに浴場でもしていたものか。飽き足らず魂すらも汚そうとは。彼は自らが仕えた女神を罵倒し、主人公と正面を切って敵対する。それは生まれ変わりを求め旅をした彼が、だが女神の騎士たるを求めたとき、その手に受け継いだものであるという。ショーテルを駆けつきの極限に持ち替えて、彼は主人公と使徒を演じた。あの時はそれでよかった。だが今は俺は貴公を看過できぬ女神の騎士レオナールの誓いにかけて、そして敗れた。レオナールはロートレクと同じ場所で死を迎える。二人の騎士、奪われた二つの魂、二つの死が同じ聖堂で重なる。私にはこれが典型的なオマージュのようには感じられませんでした。なぜなら二つの死はあまりに悲劇的で、あまりにも似通っていたから。なぜ二人はこんなにも似なければならなかったのか。その疑問の答えが劇中劇の中にならあるのかもしれません。二人の女神と二人の騎士の物語はいかがだったでしょうか。今回はまだ序章のようなもので、2部、3部と話は続いていきます。鏡合わせの物語を通じて皆様をダークソウルの深淵へと引きずり込むのが今から楽しみです。鏡写しになっているのは死だけではありません。もう一つの役名は魂を奪われた聖女。次回はひもりめアナスタシアと聖女ゲルトルードの物語を掘り下げます。なぜゲルトルードがこの舞台に立つ役者であるのか。気になる方はチャンネル登録と高評価を押して開演をお待ちいただけると幸いです。